どっちかっていうと僕の経験論、やりたいことは見つけるというよりも気づく方が多いんじゃないかなと思いますね。森社長、これから僕、成功するビジネスパーソンになりたいんだけど、どういうキャリアプランを立てたらいいのかっていうのをちょっと知りたくて、森社長にちょっと教えてほしいんですけども、森社長は若い時からどのようにキャリアプランを立てて今に至ったのかなってちょっと聞いてみたい。僕はキャリアプランなんかないですよね。結論から言うと、その目の前のことを一生懸命にやってきただけだと思いますね。特にそんな計画性っていうのを持たずにやられる。10代の時普通に働いてた時は計画性なんかないですよね。とにかく今目の前のことを一生懸命やって成果を出してっていうだけだったんで、今でこそじゃあこういうタイプの人はこうやっていけば可能性があるとかなんとなく分かりますけど、僕が思うのはやっぱちゃんと目的を持つってことが一つ目ですね。意外と目的と目標の違いって分かってない人多くて、例えば年収1000万稼ぎたいってどっちですか？年収1000万稼ぎたいは目標ですかね。そうですよね。目的ってじゃあ何かっつったら、ある意味世界平和みたいなことなわけですよ。でも世界平和ってじゃあ具体的に何をどうしたら世界平和が訪れるのかっていうのを考えて数値化したりとかしたものが目標ですよね。だからまず人としてやっぱ目的、例えば幸せになりたいとか豊かになりたいとか、そんなぐらいでも別にいいんですけど、なんか目的をちゃんとやっぱ持つ。できるだけやっぱ定性的でいいんですよ。目的って定性的なものなので。それを達成するためにとか近づくために具体的にして目標ということで指標設定をすればいいと思うんですね。ただ目標ってやっぱ変わりますよ。だって年収1000万がいいって言って本当に近づいたら2000万になります。会社も10億円企業を作りたいっつってやってって近づいていったら、じゃあ次30億だ100億だってなりますもん。目標っていうのは変わりますしアップデートされるんですね。でも目的はブレちゃいけないんですよ。何のためにやってるかとか何を成し遂げたいかみたいな話なんで、だから目的はなるべくブレないしブラさないようなものがいいですよね。でそう考えていくとやっぱ定性的になっていくわけですよね。言い方を変えると目的っていうのはホワイで目標はワットなんで、ワットを主軸にしちゃうとおかしいことになるんですね。従業員とかも言うんですけどね、お前の目的なんだって年収1000万稼ぎたいですって言ったらそれは目標だなって言うんですよ。それが目的するとその手段が目的かと一緒で、年収1000万稼ぐことは目的なんだから、じゃあオレオレ詐欺でもやってくればいいじゃんみたいなってなっちゃうんで、いやでもそれはやりたくないですって言ったら、じゃあ年収1000万もらって何がしたいの？年収1000万もらったらあなたはどういう状態になるんですか？いや年収1000万稼げたら不自由なく子供2人ぐらい作って幸せに生きられると思うからですって言ったら、じゃあ子供2人ぐらい作って幸せに生きたい、幸せに生きたいんだよねと、家庭作って幸せな人生を送りたいんだよね、それが目的でしょと。だとしたらその目的を達成するためには年収1000万じゃなくても方法がもうあるかもしれないじゃんと。年収1000万が先に来ちゃったら、目標が先に来ちゃったらちょっとおかしいことになるかもしれないから、しっかりと目的が大事だと思います。でまだ若い時はそんなに知識も経験もないからちょっとアバウトかもしれないけど、やりたい軸は決めて目的を決めましょうと。で目標は、その自分の範囲で考えられるだけ考えて、その目的を達成するためには、どういうことを具体的にやったらいいかっていうのを目標にまずセッティングしましょうかと。で必ず目的忘れちゃいけませんよと。2つ目は目の前に一生懸命頑張るだけです。なのでただこれだけですよね。だからキャリアプランってあんまりやりすぎると何がしたいのかよく分かんなくなっちゃうというか、要は僕からすると例えるとキャリアプランって設計図じゃないですか。例えばだから家を作りますという時に考えると、なんで家建てんのとか、どういう家建てたいの、なぜみたいな、これは目的みたいな話ですよね。でそういう目的に沿った例えば家族と何人でこういう幸せな家庭を築きたいから、そのためにこういう家を作ってこうでみたいな企画から入りますよね。であくまで設計、これは目標とかキャリアプランに近いかもしれないですけど、もちろんだからキャリアプランはそんなに重要じゃないとは思いつつも、ゼロだとちょっとなとは思うんですけど、若い時になんとなく人から仕入れた情報と知識にもなってない知識と、なんとなくみんなが言ってるようなことを真に受けてやるような設計図なんてろくなもん書けないですよねと思うんですよ。それって昔の人の価値観に近いですよと。昔っていい大学行っていい会社に入ったら一生安泰で、なぜならばって終身雇用で年齢とともに給料が上がっていって、こういう社会構造だったから、ある意味その設計図だけを書いて勉強頑張っていい会社に入れたらもうハッピーみたいな固定概念があったわけじゃないですか。でも今の時代違うじゃないですか。そんな20歳ぐらいの人がその時に知ってる情報だけで設計図を書いたところで大した設計ではないですよ多分ね。それよりもやっぱり実際家を作るんだったら基礎工事をして、その後構造工事をして、で内装工事をして引き渡して住むわけじゃないですか。よっぽど工事の方が重要です。ある意味でも人のキャリアだったら
その設計図は途中から追加できるわけですよね。書き換えも多少できるんで、僕が言う話でいくと、まず何のためにこの家を建てるのかっていう目的を必ず持って、設計という部分でその時点での自分の、知識とか経験とか散々考えて、目標とかキャリアプラン、考えるのはいいでしょうと、考えないのも良くないと思うから。でも大事なのは目の前工事すること。一生懸命基礎作っとかないとね、後で基礎が崩れて倒壊しますし、構造工事も一生懸命やってないと強い台風が来たら屋根剥がれますし、最後に内装工事をちゃんとしないとそのいい家になりませんし、みたいなことを工事の方がやっぱ重要だと思うんですよ。ちなみにモンジ社長とかをご結婚されたのはだいぶ若い時で、で多分その時点でも設計図なるものがあったと思うんですけど、キャリアプラン的なものが、それが当時と今とでだからどう変わっていったのとか、目的の部分ですねとか、その目標の部分もそれによってどう変わっていくのも10代の時から振り返ると、まず働き始めて最初はキャリアプランもクソもなくて、とにかく仕事できるようになりたい。引っ越し会社のスタッフだったんで、例えば一つは4トン車に乗れるぐらい、ドライバーになれるぐらい能力を磨くみたいなのを勝手に自分で目標を作ってやってましたね。ずっとやってたものの、途中からいろんな知識経験を経て、18の時にその独立会社に任されて、その時はもうプランなんてクソもなかったですよね。とにかく目の前やって一生懸命結果出すと。これをやり続けた結果、いいことも悪いこともありましたけど、自分の会社立てると。こんなのもプランになかったですし、てかそのプラン作ってないんで会社作ったとしてもプランもクソもないです。とりあえず家族を養うぐらい稼ぐっていう目の前のことを目標にしてやって、初めてプランと言えばいいのかな、考えたのは24、会社やって3年ぐらいの時ですよね。そこもやっぱり目的とか目標を決めて、その当時書けるほどプラン書きましたけど、そんなプラン通りに行くわけないじゃないですか。だからずっと変えながらアップデートしながらプランを来てますよね。若い時はそこまでキャリアプランとかが定まったことがなくても、とりあえず一生懸命目の前のことを必死にやっていけば、そこから向こうからやっていく。例えばですけど、一つは若い時に作るプランって、一つはもう受け売りのものしかないんですよ。先ほども言ったかもしれないですけど、人生の先輩、親とか周りとかから言われたことの情報、あとウェブとかの情報と、自分自身の知識でもなければ経験でもないことを鵜呑みにして作るっていうことしか一つ目できないじゃないですか。二つ目はイメージで言ったら、日本しか見てないのに、海外に行ったことないのに、その中での知識とか経験だけで書いてるわけじゃないですか。幅がちっちゃいんですよ。範囲が狭いんです。だからもうこのパターン2つぐらいしかないと思うんで、絶対変わりますよねって僕は思うんですよ。だからそのキャリアプランも多少大事なんだけど、でもそのキャリアプランを作ることとか、それに沿うことを一生懸命やる前に、やっぱり目の前で結果出すっていうことの方が重要だと思うんですよね。頑張ってることで自分の知らなかった世界に飛び込むチャンスが出てきて、いろいろ世界が広がっていく、それがまた経験になっていく。そうですね。だからキャリアプランを別に考えることは必要だと思いますよ。仕事のキャリアとか人生のキャリアとしてね、考えることは必要だと思うんですけど、変わるんですと。だって大人になればなるほど、もう目の前で一生懸命やればやるほど知らなかったことを知るんで、自分の世界が広がっていくわけですよ。そうですね。最初はこんな自分のちっちゃい世界の中で考えてたものが、どんどん知らないことを知ると範囲が広くなっていって、このぐらい知識と経験がある中で考えた設計図と、こんなもんしかない時に作った設計図って全然違うじゃないですか。だから変わるものなんで、ある程度考えながら、要は自分の経験が広がっていく時にアップデートするのは必要だし、この先どうした考える必要ですけど、あんまり設計図ばっかりにこだわりすぎても、それこそ机上の空論になっちゃうんですよね。アップルさんとかだと、例えば新入社員さんとか若い方が入られてると、キャリアプランみたいなのを面接の時とか、あとは入社時だから私はこういうプランを持ってるんですみたいなことを持ってる方って結構いらっしゃる。いや、あんまりいないと思いますね。でも僕はあんま聞いてないですけどね。持ってるって偉そうに言われたとしても、さっき言ったようにこのぐらいの範囲の中で考えるのは大したことないんじゃないのと思う。なんか言ってるなぐらいの。だからこの範囲を広げていってあげることの方が僕は重要だと思うんで、だからもちろんこの範囲で考えたことで、いやもうちょっとこういうふうに考えてみたらとか、なんかいろいろ時折、研修とかもそうですけどありますけど、20歳の時に書いたキャリアプランなんか大したことないんで、あんまり重要視しないで聞いてない方がいいですね。逆にない人も結構いると思うんですよね。若い時にこの先、目標は例えばいくら稼ぎたいとか、こんな仕事してみたいとかっていう、目標がある方は結構多いんですけど、ぼんやりぐらいしか多分キャリアプランみたいなの持ってる人ってないのかなとは思うんですが、もともと入社の時にはそのキャリアプランみたいなものがなかった人が、何か自分
分の、要するに人生においての目的を入社後に見つけられていくような人がいらっしゃる。もちろんそういうのを考える機会が大事だと思うんで、僕はもちろん持ってたりすると思いますけど、この先も変わると思いますけどね。だからそういう意味では先ほども言いましたけど、目的は持つべきだし持たないといけないと思うし、でもあんまりこう解像度を高くしすぎると狭めちゃうからとは思いますけどね。ですかね。例えばよく言うんですけど、なんか大人ってやりたいこと見つけろとか、やりたいこと探せとか、やりたいことやれって言うじゃないですか。僕思うんですけど、僕もそんな先ほど言ったような人生だったから、やりたいことを見つけるのってそんな簡単じゃないですよね。僕だってこんな10代から働いて経営やって早くからやって結婚もして、普通の人の人生よりもちょっと早く生きてきたから、それでようやく自分のやりたいことこれなんだなってなんとなく腑に落ちてるぐらいなんで、大した経験もないのにやりたいことを探せとかやれとかって言ってる大人って結構無責任だなと思うんですよ。じゃあお前は20代の時にやりたかったことを今言えんのかと、大体言えないんですよ。で言えたとしてもそうなってるかって大体なってないんですよ。だからごくわずか限られた、例えば親がプロ野球選手で、幼い頃から野球に触れてきて、自分はプロ野球選手なんだって決めて、でやりたいことやってるんだっていう人って20歳の時点で本当にそんな人って結構本当にごくわずかだと思うんですよ。大体の人はなんとなく、だってもうそもそもそれが決まってたら、例えば医者になるっつったら医大行ってないとダメですとか、そういうのがもう大体分かってるから、世の中の大半の人がやりたいことって本質の意味では全く分かってない状態でなんとなく来ちゃってる人が世の中のマジョリティにほとんどだと思うんで、さまよってんのに、そのさまよってる人に無理やりやりたいことを見つけろとかやりたいこと探せって言ったところで、分かんねえから困ってんだよこっちはよっていうのが大半だと思うんで、だからなんかやりたいことがなくても別に気にしなくていいよっていつも言うんですよね。やりたいことがもし見つかったりとか興味を持った時にことを考えて、選択肢を狭める選択をしないことだ。例えば高校生の時にやりたいこと分かんねえんだよなと、どうしようかなっていう時に大学進学しようかな、進学しまいかな、それが明確に高卒してこれがやりたいと決まってるんだったら一旦それ頑張ってみればと思いますし、でもないんだったらやっぱ高卒と大卒だとできる仕事の範囲が変わる可能性があるんで、分かんないんだったらじゃあ大学行っとけばと。世の中に出たら別にそれは全てじゃないから気にしないですけど、でも高卒だとそもそも入社条件ないから面接すら受けれないっていう会社もあるわけじゃないですか。そこでもう要は選択肢が減っちゃいますよね。選択肢を減らさない選択をするんだったら、やりたいことが分かんないんだったらじゃあ大学行っとけばと思いますし、で選択肢を減らさない選択をするんだったら目の前一生懸命頑張ること大事なんですよ。やりたいことが見つかったら俺は頑張れなんて言ってるやつはいつまでたっても頑張れない。それ頑張らない癖つけちゃうんで、だから2つ目のその目の前一生懸命頑張るっていうのは、とにかく目の前一生懸命に頑張る癖づけ習慣づけをしておかないと、いざという時に頑張れないやつになっちゃうんですよ。だからやっぱり大事な2つっていうのは目的を持つっていうことと、とにかく目の前一生懸命頑張れと、でこの先にやりたいことが見つかったりとか、自分がやってたことがやりたいことなんだって気づけたりとかで、人生重ねていって目の前一生懸命っていろんな機会も訪れますから、知らないことをいっぱい知っていって自分の範囲が広がって世界が広がって、これを俺興味あるかもって気づけるわけですよね。だから目的もなく目の前も一生懸命頑張らないやつはやりたいことが一生見つからないですよ。話を聞いてると、やりたいことがいつ見つかるかっていうのは多分人によってタイミング様々なんですけど、そのいつ見つかるかわからないやりたいことをいつでもやれるために基礎体力作りみたいな、なんかそんな感じはします。そうですね。だから例えばやりたいことが仕事とかなんだかんだとして、例えばじゃあさっき言った家だったら基礎工事っていうのはちょっと例えですけど、仕事への姿勢とか取り組む習慣って一生懸命頑張る習慣みたいなのが基礎なんですよね。真面目さとか勤勉さですかね。でこれはまず身につけとかないと、習慣づけとかないともう何にもなんないんですよ。やりたいことやってもうまくいかないんですよ。で次に構造工事を、これをだから能力だとするならば最低限のビジネススキルとか、そういった仕事をする上での能力みたいなものを一生懸命身につけておくと。で最後内装工事で言うならば、それを経て人間性ですよ。中身、だこういうことがやっぱりこういう工事をちゃんとしておけば、俺これがやりたいことだったかも、俺これ興味があるって言った時にね、真面目に仕事に取り組む姿勢とか習慣があって、ビジネススキル、要は仕事をする上での能力があって、で人間性がそこそこ以上できていれば、やりたいこと見つけた、もしくは気づいた時にうまくいく可能性っていうのは上がりますよね。でも本当に悪いのは基礎工事をサボってね、仕事なんてやりたいことを興味ないから適当にやっとこう、適当にやる習慣を作って、で構造工事能力も別に今の人そんな能力いらないから学ぶ必要もないよねってサボって、そしたら内装工事にたどり着かなくて、いつまでも外装工事のやり直しをしてると、人間性なんか使わずもないと、アップデートされるわけもないと、やりたいこと見つかった、いや多分見つかんないですし、見つかったって言っても実はそれ違うんですよね。だから僕人生生きてきて思うのは、やりたいことをワットで捉えてるうちは多分見つかんないですね。何をやれば幸せになってるとか思ってるうちは見つかんないです。幸せになれないですね。
らやっぱそれもホワイなんですよ。なぜそれをやりたいかとか、何のためにそれやるかとか、やりたいことも全部ホワイに切り替わるはずなんですよ。例えば一つ例に言うと、経営者だってお花屋さんになりたいって夢があったとして、お花屋さんになりたいは目標であってワットなんですよね。でもそれが本当に自分のお店やりたいんだってなった瞬間に、今度経営者になったらそれってやること変わんないんですよ。僕らともやること変わるんですよ。お金の管理と人の管理なんです。そうするとお花屋さんって方法論なんで、お花屋さんやりたいって自分でお花屋さんやってるのに、やることってお金の管理、人の管理なんですよ。経営者と仕事変わんないんですよ。だからそれがお花屋さんやりたいばっかりがあったとしたら、私がやりたかったのはこういうことじゃないってなるわけです。迷走しちゃいます。でもなぜやりたいかと、人の笑顔を見るの好きだから、ね、お花ってこういう意味があって、お花屋さんをやることで一人でも多くの人を幸せにできるとか笑顔にできるんだったら、私たちは一人でも多くの人を笑顔にしたいんだと、誰かを喜ばせたいんだみたいなのがやりたいことだとしたら、お金の管理、人の管理がどんなに大変でも頑張れですよ。それ手法としてお花屋さんを使ってるだけだ。どっちかっていうと、僕の経験論、やりたいことは見つけるというよりも気づく方が多いんじゃないかなと思いますね。幸せもそうだと思うんですよ。幸せを探している人は見つからないみたいによく言うじゃないですか。実は気づくんですと。日常の日々がいかに幸せかを気づくんですよ。めっちゃいいことですね。すでにもう幸せだったかもしれないけど気づいてなかったからね。そう、普通に会話ができるってこと自体もこう幸せなことではあると思う。ちょっと話戻りますけど、キャリアプランだから一生懸命どうしようああしようとかって考えることは重要ですよと。でもやっぱり大事なのは、目的をちゃんと何のために、生きるかじゃないけど、何のためにどうなりたいかとか、目的ホワイの部分をちゃんと考えて決めて、でそれに沿って目標を考えて、プランも考えてみると。で一旦駆り立てしてそれに向かって頑張る。で全てはその目的目標のためだと思って目の前一生懸命頑張るんだと。そうすればさすれば道は開けてくるということだと思うんですよね。一生懸命目の前頑張って設計図だけ書いてうまくいくんだったら誰も苦労しない。頭のいい人がみんな成功に決まってるじゃないですか。そうですね。プランも考えつつ、アップデートしながら与えられたもの、目の前にあることを一生懸命やっていくということですね。そしたらやりたいことには気づくと。このチャンネルでは現場の様子、研修、イベント、そしてビジネスに役立ちそうな知識などさまざまな動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画もいいねを押していただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。